将棋の基本を説明していきたいと思います。まずこちらの問題図があります。こちらの問題図、テーマは駒を取るになります。さあ、駒を取るってどういうことなんでしょうか。駒を取るっていうのは、自分の駒が動いて相手の駒の場所に動きます。で、その相手の駒がいた場所に動いたので、相手の駒を自分の持ち駒のところに持っていくことができます。で、ここに持ち駒に持っていった駒はなんと相手の駒だったのに自分の駒になります。自分の仲間になっていくっていう感じです。これが日本の将棋の面白さの一番の特徴となります。自分の仲間がどんどん増えていったら宝物増えてる感じで嬉しいですよね。ということで、どんどん相手の駒を取っていくっていうのが将棋ではめちゃくちゃ出てくるし大切なことです。で、取る上で気をつけてほしいんですけど、今銀でこの歩取りましたね。自分の行けるところなんですが、この角で歩を取れることができるか。正解はできないです。なぜならこの銀がいるので、123ってこの角の動きの中に入ってるんですけど、飛び越えて取るっていうことはできません。気をつけてください。この歩は銀でしかこの局面だと取ることはできません。ではこっち見てみてください。こっちさっき飛び越えられないって言ったんですけど、この駒は特殊な駒でしたね。桂馬はカエルさんの動きで唯一駒を飛び越えることができますので、行けるとこはこことこの2つどちらも取ることができます。こうやって取ったりこうやって取ったりできます。桂馬は相手の駒を飛び越えられる復習でした。さあ、そしてもう一つ皆さんにレベルアップしてほしいので覚えていただきたいんですが、この駒とこの駒なんかちょっと違います。何が違うかっていうと、桂馬でこの香車を取ったら次に相手の駒でこの桂馬を取り返されるってことがないので、この香車を自分の仲間にするっていうので終わったんですが、こちら取った場合見てみましょう。この端っこの香車を取った場合は取って仲間にしましたね。さあ、これで相手に手番が渡ります。相手のターンで相手がしてくることは、この歩で桂馬を取る。せっかく香車を取ったのに相手で桂馬を取り返されちゃいましたね、歩で。これは桂馬と香車の交換になって自分の駒相手のとこに行っちゃいました。これはあんまりよろしくないです。自分の仲間が増えるだけにしたいっていうことで、今回の問題では相手に取られないように取るっていうのを重点に置いて問題を作ってます。なのでこうやって取った時に相手に取り返されないっていうのも重視してやっていきましょう。ここからの問題は駒の動かし方を覚えてないと解きにくいです。なんですが、なんか脳が一番働く時ってなんか頑張って思い出そうとしてる時が一番働くらしいので、ぜひ頑張ってみてください。で、どうしても無理だなっていう時は自分の駒をクリックするとこうやって動くんだよっていうのが出ますので、それで確認をしてみてもいいかなって思います。ただ相手の駒をクリックしても動かし方が出ないので、相手の駒どういうのかを思い出せないなっていう時はぜひ駒の動かし方の動画をもう一度チェックしてみてください。では頑張ってください。